日本史自由人牧の方。牧の方は20歳近く年の離れた北条時政と結婚したが、時政を欲望のままに操って最後まで自由人としての生き方を通した魔性の女性だと言われている。牧の方の生涯を詳しく見ていこう。牧の方の生没年は不詳で、出身についても2つの説がある。一つ目は駿河の国大岡牧の領主牧宗親の娘か妹という説である。二つ目の説は平清盛の義母池の前二の姪で、牧宗親は前二の弟だという説である。いずれにしても牧宗親は武者所を務めていたという記録から、牧の方も京都で生まれ育ったと思われる。牧宗親の領地大岡牧は現在の静岡県沼津市で、北条家とも近いため時政と懇意になったと考えられる。1177年治承元年頃、時政が大番役で京都へ出仕した時に、若く美しい牧の方と初めて会って一目惚れしたと思われる。この時すでに40代の時政は3年の役目を終えると、親子ほども離れた20代の牧の方を連れていそいそと伊豆へ帰った。ところが伊豆の実家ではとんでもないことが起こっていたのである。長女の北条政子が流人の源頼朝と恋仲となって、あろうことか大姫という女の子まで出産していた。当初は反対した時政だが、政子の粘りに負けてついに頼朝を担ぎ上げて挙兵することになる。運も手伝って頼朝が鎌倉殿に収まると、時政や牧の方は頼朝の舅と姑として幕府での発言権を得た。牧の方は1189年文治5年、時政との間に男の子正則を出産。その前後に女子を4人ほど産んでいる。この正則が生まれた時、時政はすでに52歳、牧の方は30代になっていた。1199年建久10年正月に頼朝が急死すると、時政はライバルの梶原景時や比企能員を次々に退けて幕府の中枢に上り詰める。さらに思いのままにならない将軍頼家を排して実朝にすげ替えている。時政と牧の方は16歳になった息子の正則を43歳の義時と同じ地獄下に叙勲させることに成功すると、いよいよ時政の後継に正則を据えようとする。将軍実朝の正室に貴族の坊門信子を迎えることが決まると、正則が幕府の正室として上洛した。ところが正則は上洛すると体調を崩してそのまま逝去する。牧の方の悲しみ方は筆舌に尽くせないほどで、正則の死を境にして精神的にも多少の異常をきたしたように見受けられる。牧の方は正則の側近として上洛した畠山重忠の長男重保を逆恨みしだすのである。側近の重保がしっかりしていれば正則は助かっていたという全くの言いがかりであった。そして娘婿の平賀朝雅が畠山重保と口論したという話を聞くと、牧の方は時政に畠山一族に謀反の兆候あり
と訴えた。時政も畠山重忠が武士の鏡だと称えられ、関東一円に勢力を伸ばしていることを悩ましく思っていたところであった。渡りに船とばかりに時政は義時に畠山一族の討伐を命じた。さらに牧の方は親しい三浦義村に正則の敵である畠山重保を誅殺するように頼んだという。謀反のためにいざ鎌倉との情報が流され、多くの御家人たちが鎌倉に殺到する。その中には何も知らない畠山重忠の嫡男重保もいたが、無我夢中で由比ヶ浜へ駆けつけて待機した。しかし重保は三浦義村など多数の御家人たちに囲まれて串刺しにされて誅殺されている。北条義時はいとこで親友でもある畠山重忠が絶対に謀反を起こすような人間ではないと時政に何度も訴えた。しかし時政の考えを変えることはできず、結局義時は三浦義村らと畠山重忠の討伐に出陣する。鎌倉に異変ありとの知らせで130騎ほどの手勢と出立した畠山重忠は武蔵の国二俣川の河畔で義時の大軍と遭遇。この時初めて自分が謀反人にされていることを知った。勝負は数時間で決着したが、義時はあふれる涙のために畠山重忠の死球を見ることができなかったという。義時はこの時牧の方に操られた父時政とたもとを分かつことを決意したと言われている。正則を亡くした時政と牧の方は懲りずに次には実朝を廃して娘婿の平賀朝雅を将軍にしようと画策した。機を見るに敏な三浦義村は今度は実朝を時政邸から救い出して義時に加勢している。実朝を奪われた時政は観念してその夜に出家して、翌日には自ら伊豆へ牧の方と下ったという。牧の方は10年後に時政が伊豆で没すると、娘が再婚した京都の貴族藤原の国道邸に移り住んで優雅に暮らしたという。1227年嘉禄3年、牧の方は時政の13回忌を藤原の国道邸で盛大に営んだというが、その後に寺院巡りを行うなど、そのあまりにも派手すぎる行動が都の人々の顰蹙を買ったという。最後まで自由人としての生き方を通した女性牧の方であった。